はい、こんにちは。イギリスは英流深淵からお届けする復活のシンプルタロットさんのお時間です。ソニックさんです。さて、お金の本質って何でしょう？どうしたらお金に困らずに生きていけるのでしょう？それは個人個人で全くアプローチが違うんです。例えば、いい大学、いい就職、結果として引きこもりニート向いていなかったのかもしれません。じゃあどうすればいいんだよ。ソニックさんはあなたがどうすればよいかを知る方法を知っています。他人から言われたくないでしょ？自分で調べればいいんです。そして今回はその方法を教えます。インド占星術は貨幣価値が生まれる前からありました。農耕祭祀社会です。その頃の社会は貨幣ではなく牛、穀物、土地、贈与で価値交換をしていました。それがお金の代わりでしたし、貨幣に置き換えられた今も本質は変わっていません。お金の本質は信用です。売れていない原因が嘆いているなら、それは面白いという信用がまだ成立していない。お金とは信用の結果だからです。さて、あなたはどうでしょう？あなたの信用はどうすれば手に入るのか知りたいですよね。では本編をお楽しみください。その1、違和感。マイコーくんさ、なんすか先輩。この前さ、打ち合わせしたのよ。山本さんって人と。28歳の AI 開発の人っすね。そう、会社で働きながら個人でも AI ツール作ってる人。はい。若いのにちゃんとしてる人ね。なるほど。でもさ、あの人悩んでたんだよね。悩みですか？技術はあるのにお金にならないって。ありますね。 AI 作れるってすごいんだけどな。すごいですよ。でも仕事が増えない、売り上げも伸びない。そうですか。なんでだろう？先輩、そこにお金の構造があります。構造？その2、世間。世間ではさ、こういう時ってはい、努力が足りないとか営業が弱いとか言うよね。言います。本人の努力不足みたいに言われますね。でもさ、山本さんってサボってる感じじゃないんだよ。むしろ逆っすね。会社でも働いて個人でも開発してちゃんと動いてる。はい、それでもお金にならない。そういう人は普通にいます。じゃあやっぱり努力だけじゃないんだ。その通りっす。その3、崩れる事実。先輩、一つ事実があります。何？技術が高い人が必ずしもお金持ちになるわけではありません。ああ、まあな。確かにそうですね。逆にそこまで技術がなくてもお金が集まる人もいます。いるよな、いるいる。これ能力だけで説明できないんですよ。じゃあ何が違うの？信用です。その4、構造。信用？そうです。人はすごい人にお金を払うとは限りません。そうなの？人はこの人なら任せられると思った相手にお金を払います。ああ、それわかるわ。能力より任せられる感じなんですね。そうっす。山本さんの悩みもそこです。どういうこと？技術はある。でも信用の形になっていない。信用の形か。はい。お金は能力そのものより信用の流れで動きます。その5、ジョーティッシュ、見解。その1。それってインド占星術でもわかるの？わかります。どこ？ D2 です。 D2 ですね。オーラチャートス。お金そのものというより、その人がど
どうやって資源を扱い、どうやってお金の流れを作るかを見るチャートになります。なるほど。だから同じ信用でも積み上げ方は人によって違う。違う？個人個人で全く違います。ある人は技術で信用を取る。ある人は説明の分かりやすさで信用を取る。ある人は継続で信用を取る。同じお金でも入り口が違うんですね。そうっす。その6、静かな恐怖。ここで少し怖い話。また来た。お金を直接追いかける人ほどお金は逃げます。俺は大丈夫か？なぜか。なんで？お金は結果だからです。結果ですか？例えば山本さんが稼ぎたいだけを前に出したら AI の技術があっても人は少し引きます。ああ、なるほど。でもこの人はちゃんと役立つものを作ると伝われば仕事は来る。そこで信用か。そうっす。信用、価値、流れ、その結果お金が来る。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ山本さんはどうしたらいいの？まず信用の作り方を見る必要があります。作り方？はい、それは人によって違うんです。違うんですか？例えば D2 を見ると組織の中で信用が増える人、個人で信用が増える人、情報発信で信用が増える人などがあります。そんな違うの？違います。会社の中で信用が増える人が独立すると流れが弱くなることもある。逆に個人で信用が増える人は独立した方が仕事が集まることもある。山本さんは独立の方がいいかもしれないのか。実は先輩、面白いことが分かりました。何？山本さんは AI を作るより AI の使い方を説明すると人が集まるんです。そうなんですか？つまり山本さんの信用は AI 開発ではなく AI の翻訳で生まれている。なるほど。そうっす。 D2 で見るのはまさにこのお金の入り口の作り方です。その8、墨線ソニック流派。はい、墨線ですが別のチャンネルで毎週水曜日日本時間の夜10時からライブ配信をお送りしているので、そちらの方でソニック流派を実体験してみてください。では今回は D2 チャートです。ポーラーチャートというやつですね。この分割図は惑星を太陽か月かそれだけで分けてしまうんです。実際のジョーティッシュで使われることはほぼありません。理由はそもそもが王族、貴族、大商人しか必要としない経済行動を理解しないと読めないチャートだったからです。ところが深掘りしたらまあ面白いんですよ。もちろん AI ジョーティッシュデータを取ってぶち込むんです。今回もアストロシークのサイトからデータを拾ってきましょう。こちらのチャートなんですが、とある人物です。 D1、D2、D11 今回用意するチャートですね。この人物のホロスコープを見ると信用とお金の流れが非常に分かりやすい構造になっています。まず D1、 ラグナは蟹座。この人の信用の入り口は人です。共感、世話、保護、こういう感情的なつながりから信頼が生まれます。さらに魚座に惑星が集中しています。つまり理想、精神性、共鳴。この人は理屈よりも共感で支持を集めるタイプです。次に D2、資源、お金の流れを見るチャートですが、ここでは獅子座に惑星が集中しています。獅子座は注目、人気。つまりこの人の資源は支持者やファンから集まる構造です。そして D11、 人脈や信用ネットワークを見るとラグナはヤギ座。ここでは組織が重要になります。
さらにサソリ座の影響が強い。これは権力や強いネットワーク、つまりこの人は共感で支持を集め、人気になり、組織とつながり、影響力を持つという流れになります。まとめると、この人物は研究者タイプではなく、支持を集めるリーダー型の人物と言えるでしょう。さあ誰でしょう。実はこの人は鏡隆二さんなんです。現在は占い師というより占いを紹介する人ですね。なので彼のチャートに出てくる組織というのはアカデミックな会合です。チャートを読む限りでは彼の資質はカリスマ宗教家なんですけど、時代を読んでそういう研究者っぽいところに落ち着いたのかもしれません。なので信用マックスで稼ぐなら鏡さんは宗教家なんですよね。ジョーティッシュのチャートではね。なので皆さんもあなた自身の信頼の流れを AI ジョーティッシュで確認してみてください。そしてコメント欄で私こんなん出ましたと書き込んでくださいね。ソニックさんは楽しみで仕方がありません。というわけでアニメに戻ります。その9、革新、未来。つまりさ、お金って能力に来るんじゃないんだな。そうっす。じゃあ何に来るの？信用の流れに来ます。信用を通ってお金が来る。はい。だから山本さんみたいに能力があるのにお金にならない人は能力不足じゃない場合がある。なるほど。信用の作り方がまだ合っていないだけかもしれない。自分に合ってないか。それは希望あるな。そうっす。お金を追う前に自分はどんな形で信用を積む人間なのか、そこを見る。それがお金の構造です。なるほど。金ないやつは信用がないって考えると違う見方になるな。さて、皆さんはどんな風に信用をお金に変えますか？ AI ジョーティッシュの結果をコメント欄で書き込んでくれると嬉しいです。さて先輩、次回のテーマはこれです。何？私は離婚するべきなのか？いきなり具体的なの来たぞこれ。これは怖いですね。離婚の相談は必ず誰かに来ます。でも多くの人はこう言うしかありません。あなたの気持ち次第。確かに。他にコメントもむずいぞ。でも構造を見ると少し違います。では今回はここまでです。また次回お会いしましょう。See you! チャオババ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 また次回お会いしましょう。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。今回はもう台本を書いてる時点でお金の本質ってそっちかとかも自分で発見がありましたからね。お金がないやつは信用がない、信用に寄ってくる。それはね、ギターだって信用があるからとあるブランドを買ったりするんでね、皆さんも信用を積み上げてください。